波動が低いと SNS 詐欺とか引っかかりやすいってことですか？まあ、友達って言ってもそういうロマンス詐欺とかそういうことですね。ひろすぴ。こんにちは、ヒロです。こんにちは、みなみです。ヒロさん。はい。2024年ももうすぐ終わります。終わりますね。そして、2025年にもうすぐなるわけですが、はい。で年末とかになるといつも、来年はこんな年だよ、みたいな、そういうのがネット上にいろいろ出てくるじゃないですか。はい。有名な占い師のゲッターズ何々さんとか、はい。何々エクセレントアイさんとかなんかいろいろ出てくる。はい。でヒロスピでも大体毎年、来年こんな年みたいに動画撮ってるんですけども、また聞きたいなと思いまして。はい。で一応私も予習しました、ネットで。で、ネットで見る感じ、なんか去年と変わり映えないな、みたいな。なんか、風の年に入りました、前。はい。で、2025年からは本格的に風の年です、みたいなのやって。で、風の年、風の時代。なんか流動的で、物質から物質じゃないものに移行していくみたいな変化の時代と言われている。はい。本格的に入るって別にあんま変わんないよな、みたいなのを感じるのと、あと、2025年はいよいよ予言の年なんですよ。日本人の間で話題になっている2025年7月4日に、なんか太平洋に何か起こる。大地震が起こるかもしれないし、隕石が落ちるかもしれないし、みたいな。それがついに2025年。あと、太陽フレア界隈では、今年2024年結構太陽フレア強かったんですけども、はい、2025年が最大に活発化するみたいに言われたりもしていて、はい、太陽フレアやばいかもしれないみたいな話もある。はい、そういうのが2025年。はい、あと、現実社会的には、2025年問題とかって言って、団塊の世代が後期高齢者になります。75歳以上の人が日本で5分の1超えてしまいますみたいな。はい、そういうのも言われている。そういうのがいろいろありつつの2025年、なんかみんな変化の年になりますっていうのがなんかやたらと多い。でもそれ去年も一昨年もみんな言ってたんですけども、ヒロさん的にはどんな年になると見えていますか？そうですね。まあ、高齢者の時代、が本格化する。するって言ってても、去年と来年がそんなに変わるかっていうと、変わりはあまりしないと思うんですよね。そうですね。いきなり30代の人が75になりましたとかそういうんじゃないですからね。じわじわ来てますからね。そう。ね。っていうことで、もう、選挙行ってくださいっていう感じですかね。その選挙って高齢者しか行かないんですよ。若者あんま行かないですね。そう。ので、若者が行かないがゆえに、その年配の人が票を入れたくなるような話をするんですよ。それもありますね。でも若者が行っても、全体の総数が年上、年配の方が多いからっていうのもありますね。それもありますけど、ので、年寄りに受けるには年金の話をするのが受けるんで、年金をこう厚くするみたいな話をするんですよ。はい。若い人からお金を集めて、年寄りの負担を減らすっていう方向に向かいがちですよね。そう。ので、選挙に行くことによって、その一票が自分、そして、これから生まれる新しい人たちにつながる。可能性が高まりますね。はい。で、このままの流れだと2025年はどうなりそうでしょうか？これかは問題ないんじゃないですかね。これかは今まで通りだから問題ないってことですね。そうですね。で、太陽フレアに関しては、太陽フレアが大きくのが起きると何が起きるかっていうと、結局 GPS や通信衛星、とかに影響を与える可能性があるんですよね。
はい。つまり、停電とか起きる、ネットワークが使えないと何が使えないかっていうと、お財布、携帯とか使えなくなりますんで、おー。多少なりとは現金を持ち歩いてる。あ、なるほど。その辺のリスクヘッジはしとこうってことですね。そうですね。あと、人によっては、お波動っていうか磁場が乱れるんで、うん。体調を悪くする人がいます。はい。ので、そういう人は、事前にそういう太陽フレアとかも調べといて、寝てください。ああ、うん体調万全にしとく。体調万全にして。ああ、その話をしてるってことは、ヒロさん的には、ヒロが見る2025年で太陽フレアは大したことないよじゃなく、それなりに起きそうだよって感じってことですね。そうですね。うん。起きる。今年みたいにちょっと太陽フレアで、いろいろちょっとニュースは出るかもねって感じ。そうですね。で、地震の方なんですけど、予言説ですね。はい。ここまではっきり分かってるなら起きないっていうのが、それはちょいちょいヒロさん言ってますね。分かってるといろんな人たちが、エネルギーを持った人たちが対策をするから、エネルギーじゃなく物質的な対策をする人もいるから、起きにくい。起きても大被害になりにくいってことですね。そうですね。じゃあそんな心配することはない。ヒロさん自身、俺大阪万博行くよとかって言ってますもんね。そうですね。うん。心配はしてないですね。そういう意味では心配してないけど、うんただ、その人間って不安になるのは、うんそれが起きた時に何をしようかがわからないと不安になりやすいんですよ。何をしようかがわからない。何をしたらいいかがわからない。そうですね。おのでもう普通に災害に備えての、できることはやっといた方がいいですね。なるほど。起きないからいいやじゃなく、起きないだろうけど、もし起きた時のために、基本の備えはしっかりしておくってことですね。そうですね。旅先でそういう大地震に遭っちゃったらどうすればいいかも考えておくってことですね。はい。ヒロさん考えてるんですか？大阪万博行ってる最中にもしも津波が押し寄せてきたりしたら。就活それまでに終わらしとくとか。就活するまでに終わらしとく。就活っていうの終わる活動ね。終わらす活動。までに終わるとか。そうすれば、もし星になっても。エンディングノートはちゃんとつけておけばいい。そう。じゃあその出先とかで津波がうわーってきたら、もう心を穏やかにして、もうしょうがないよ一ね。体になるみたいなそういう感じですね。そうですね。慌てず。慌てたってダメなもんダメですから。そうですね。だったら穏やかに、ビッグイベントを直接目にかかることができた。これはこれでありかみたいな感じでいくって感じですね。そうですね。そして風の地帯の本格説なんですけど、はい。実際2020年末から話題になってて、で、その後、いろいろコロナとかにもなって、リモートワークとか、結局、見えない世界が風の時代のテーマなんですよ。精神的豊かさとかつながり。で、それに応じてリモートワークでイコールテクノロジーの進化がすごく発達してるんですよね。そして AI とか。発達しましたね。ここ1、2年で。じゃあそういう流れはまさに風の時代なんですか？そうですね。チャット風の時代 GPT とのか。テーマとしてこのですよね。で、これまではまだ入り口に過ぎなかった。2025年からさらにすごくなっていくんですか？すごくなる。そうですね。すごくなるけど、わかるない人の方が多いんで、変化がわかんない。風が強くなる感じなんで、その風を利用して乗っかっちゃうのがいいです。ちょっと漠然としすぎて、具体的にどういうことか落とし込んで話してほしい。はい。乗っかるとは。風の時代って二極化の時代とも言われてるんですよね。言ってましたね。で、二極化って聞くと、
光と闇なんですよ。ほで、良いこと悪いことって考えがちなんですけど、別の言い方するとね、う。良いこと悪いこと。でも、ここで皆さん勘違いしないでほしいのが、良いことの反対は悪いことではなくて普通のことです。ので、良いことがないから悪いことばっかり起きてると思わないでください。特別なラッキーがないからといって私の人生ついてないじゃなく、悪いことが起きてないから別に幸せだよねってことですね。そう。例えば、友達といついつ遊びに行く約束をして、遊べなかったとしましょう。友達が具合悪くなって。それは悪いことが起きたじゃなくって普通のこと。っていうふうにすることによって、精神的が豊かになります。精神的豊かになることによって、波動が上昇しやすくなります。波動が上昇することによって、より一層高いものを得られるんですよね。高い波動のもの。で、高い波動のものっていうのは何かというと、それはつながりだったり、自分を自由にさせてくれるものが手に入りやすくなります。精神的な豊かさが今回は重要になるんで。で、そこで逆に、良いことじゃないことが悪いことと思ってしまうと、逆にその精神が現実に引き起こしてしまうんで、波動が下がってしまうんですよ。で、波動が下がることによって、波動の低いものを手に入りやすくなります。波動が低いと SNS 詐欺とか引っかかりやすいってことですか？友達って言ってもそういうロマンス詐欺とかそういうことですね。詐欺っぽい人が寄ってくるし、それを見抜きにくくなる。そうですね。波動が良いと、最近有名なテムとかで安物買いの健康被害とかそういうのはあんまり引っかからなくなる。そうですね。いろいろないい出会いも増えます。波動が高い方が圧倒的に。それが風の時代の醍醐味なんで。波動が高ければ、私の親友と思ってた女子が私の彼氏を寝取ったのみたいな、そういうことも起こらなくなる。もっといい彼氏が見つかりますよ。そうなったとしても、そこで終わりじゃなくて、それ以上のものが来るっていうことです。いろいろ良くなるってことですね。で、そういうのが極端になるってことですか？そうですね。引き寄せが強くなるって言えばいいのかな、スピリチュアル的に言うと。豊かで安定したものが好きな人はそっちに行って、そういう引き寄せが強くなるし、なんか争いとかせこせこしたものが好きな人はそっちに偏っていって、より一層そういうので固まっていくってことですか？そうですね。それが加速するのが2025年。楽しみですね。ヒロさんはどの辺に自分がいるって思ってますか？波動高い側、真ん中辺、それともなんかそういうのと自分は世界違うんだよねって感じ？中の上って感じですかね。中の上。加速させてもっと上行きたい感じ？それともいやこの辺でいいよ僕はって感じ？目指すなら上ですよね。ただしそれは昔の上イコールお金があってリッチっていうのとは概念が違うってことですね。精神的な豊かさかな。精神的に豊かになると、自分軸になりやすくって、自分軸、スピリチュアル的に言うとスピリチュアル軸っていう形になって、そうするとどうなるかっていうと、他人の影響を受けづらくなります。他人のマイナスを受けづらくなるっていうのかな。マイナス。プラスは影響を受けたければ受けられる。
そう。おで、結構ほとんどのことが、精神的が豊かになると、些細なことになります。ああ、ちょっとなんか辛いことがあっても、辛いことじゃなく、そういうこともあるよねぐらいな、ダメージにならないってことですね。そうですね。自分の好きなものを買って冷蔵庫に入れられて、もしそれが食べられたとしても、あまり気にならなくなる。気にならない。もしかすると、食べたからって、倍に返してくれる。可能性が高くなる。そんな感じですね。はい。そうすると、その食べちゃった相手と喧嘩するとかそういうことも起こらないから、そんなことだけじゃなく人間関係とかも波が立ちにくいってことですね。そうですね。そんな感じの2025年かなって感じですね。そこに向けての加速が進む2025年。はい。そっか。精神世界そういう感じだから、地震とかそういう予言とかが不安な人は、うちの不安な方向に強まって加速する。大丈夫な人は気にしないから安定しているって感じで、それも二極化で分かれる感じですね。そうですね。じゃあ、ヒロさん的に2025年は別に何も心配ないって感じですね。もう楽しい時代になるんじゃないですかね。楽しい時代っていうか、楽しめばいいと思います。何か起こるかわかんないけど、ワクワクするね、みたいな感じ。そんな2025年。そんな2025年。はい。じゃあ皆さんも2025年は、いろいろと心配な要素はあるかもしれませんが、できるだけ楽しく穏やかに過ごしていけるようになるといいと思います。私は2025年こうなると思いますとか、こうしたいですとかあれば、ぜひコメントで教えてください。動画の高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。